こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は子育てに一生懸命なお母さんたちに少し立ち止まって考えてほしいことをお話ししたいと思います。子供に全力を注ぐことは親として自然なことですし、そこに喜びを感じる方もたくさんいらっしゃると思います。ただ、親であることだけに自分のすべてを捧げて、自分自身の楽しみや気持ちの休まる時間まで失ってしまうと、気づかないうちに心の疲れを溜め込んでしまうことがあります。今回は子育てオンリーになることで生じやすい4つのリスクについてお話しします。日本では今でも自分のことより子供を優先できる親こそ立派だという価値観が強く残っているように感じます。もちろん子供に愛情を注ぎ、子供の成長を支えることは大切です。ただ、その姿勢がいつしか自分のことは後回しにして当たり前、自分の楽しみを持つのはわがままだという思いにまでつながってしまうと、親自身の心の健康を保つのが難しくなってしまうでしょう。では具体的にどんなリスクがあるのでしょうか。まず一つ目のリスクは、心の安定が崩れやすくなるということです。心理学では、人は複数の役割や関心事、人とのつながりの中で心の安定を保っていると考えられています。親であることはもちろん大切なアイデンティティの一つです。ただ、それだけが自分のすべてになってしまうと、子供の状態に一喜一憂し、心が大きく揺さぶられやすくなります。一方で、読書、音楽、手芸、運動、学び直し、人との交流など、子育て以外の刺激に触れていると、心の置き場が一つに偏りにくくなります。その結果、気持ちが安定しやすくなり、物事の見方にも幅が生まれます。つまり、子育てだけに心の支えが集中している状態は、心理的なアンバランスを生みやすいんです。2つ目のリスクは、バーンアウト、いわゆる燃え尽きです。バーンアウトは、もともと職場でのストレス研究の中で注目されてきましたが、近年は子育ての場面でも同じようなことが起きると分かってきました。子育ては愛情のこもった営みである一方、休みの区切りが曖昧で思い通りに進まないことも多く、気づかないうちに心身の疲れが溜まっていきやすいものです。回復の時間や周囲のサポートが乏しいと、親は心身ともに疲弊していきます。そうなると、些細なことでイライラしたり、子供の言動を受け止める余裕がなくなってしまうでしょう。本当は子供に優しく接したいのに、ついきつい言い方になってしまい、後でこんな親ではダメだと自分を責めて、さらに疲れてしまうという悪循環に陥るかもしれません。これは性格が悪いからでも、愛情が足りないからでもありません。回復が追いついていない心が限界に近づいているサインと捉えることができるでしょう。3つ目のリスクは、抑うつや無力感に陥りやすくなるということです。子育て以外の場で達成感や喜び、安心感を得る機会が少ないと、
気持ちが落ち込みやすくなることも珍しくありません。特に気をつけたいのは、親であることが自分の存在価値のすべてになってしまう状態です。そうなると、子供の行動や成長が親自身の自己評価と強く結びついてしまいます。子供が勉強でつまずいたとき、友人関係がうまくいかないとき、それを成長過程の一場面として見られなくなり、自分の育て方が悪かったのではないか、自分には価値がないのではないかと受け取ってしまうこともあるでしょう。こうした受け止め方が続くと自己否定感が強まり、抑うつに近い状態へ傾いていく可能性もあります。4つ目のリスクは、子供が巣立った後の深刻な喪失感です。子供が成長して親の手を離れていく時期に、親は寂しさや空虚感を抱えることがあります。それが強くなれば、空の巣症候群で苦しむことになるでしょう。長年自分にとって子育てが全てだったという人ほど、子供が離れた後の喪失感は大きくなりやすいです。日々の予定を埋めていたものが急になくなり、自分が何をしたいのかわからなくなったり、場合によっては自分の存在の意味まで見えなくなったりすることもあるでしょう。だからこそ、子育て期のうちから自分自身の世界を少しでも育てておくことに意味があるんです。以上、子育てオンリーになることで生じやすい4つのリスクについてお話ししました。では、忙しい子育ての中でどうすれば自分の趣味や生きがいを持てるのでしょうか。趣味というと、何か立派なものを始めなければならないように感じる方もいるかもしれません。楽器を習うとか、教室に通うとか、本格的に運動を始めるとか、そういうものを想像するかもしれません。でも、ここで言う趣味や生きがいは、そこまで大げさなものでなくてもいいんです。心理学の行動変容の考え方でも、変化は小さく現実的で続けやすい形で始める方が定着しやすいとされています。まずは、かつて好きだったことを思い出してみてください。子供が生まれる前、何をしている時に気持ちが和らいだでしょうか。好きだった楽器に触れてみる。好きだった漫画を少し読んでみる。ほんの短い時間でも自分が楽しめることをして、自分のための時間を取ってみてください。ここで多くの親が感じる罪悪感についても話しておきたいと思います。もしかしたら自分が楽しむ前にやるべきことがあるのではないかと思うかもしれません。その気持ちよくわかります。ただ、自分を大切にすることと子供を大切にすることは対立するものではありません。むしろつながっています。飛行機の緊急時には、まず自分自身に酸素マスクをつけてから子供を助けるよう案内されます。自分自身が酸素切れでは子供を助けることができなくなるからです。これは心理的な意味でも全く同じです。自分の心を守れていなければ、子供の心を守ることもできなくなります。親自身の心が限界に近い状態では、子
子供の心を受け止める余裕を持つことが難しくなるでしょう。少しでも休めていて気持ちに余裕のある親は、子供の失敗やわがままにも落ち着いて対処しやすくなります。自分を回復させる時間を持つことは、親としての土台を整えることでもあるんです。そのため、罪悪感を抱かずに自分自身に楽しみを与え、心を充電することも重要なんです。今回は子育てオンリーになることで生じやすい4つのリスクについてお話ししました。おさらいすると、1つ目のリスクは心の安定が崩れやすくなること。2つ目はバーンアウトになってしまうかもしれないこと。3つ目は抑うつや無力感に陥りやすくなること。4つ目は子供が巣立った後の深い喪失感です。趣味や生きがいを持つことは、こうしたリスクを和らげる助けになるでしょう。まずは小さなことでも構いません。また今度と先送りにしてきたものの中から、今日できることを一つだけ選んでやってみてください。そして10分でも15分でも自分の好きなことをしてみてください。親であることを大切にしながら、同時に自分自身のことも大切にしてあげることです。その姿は子供にとっても、人は自分を大切にしながら生きていいんだというかけがえのないメッセージになるはずです。自分をいたわることは決して身勝手なことではありません。長く続く子育てを支えるためにも、そしてその先の人生を支えるためにも、とても大切なことです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。